立洗陸軍飛行学校少年飛行兵14期生だった鳥谷さん。前回に引き続き飛翔への青春15期生制作のアルバムを見ながら当時のエピソードを語ってくれました。この高いところからですね、完全軍装して飛び降りよく足折らなかったなと。下の方はもちろん砂地ですけどですね、持ってです灰のからこうなって飯盒をつけて鉄兜をつけて、それから前の方には雑のそれから防毒面、水筒、それから剣、相当の目方になるんですよね。重たいですよ。今思い出せばなんていうか、あそこの福岡の太宰府天満宮の鳥居がずっとあって、売店がずっと両方にあってですね、下石畳で、あそこで演習があったんですよ。そしたら一番向こうから私たちがもう灰のを背負って防毒面を持ってもう完全軍装で攻めてくるんですね。そしたら鳥のそばのところで私はちょうどなんていうかこうして演習したら地方の人が覗き込んで「若いね」って言われたのを覚えてますね。若いはずですよ。満16歳ぐらいですからね。それで、班長が後ろの方でガスっていうそういうみんな大向けにひっくり返ってですね、防毒面をしてファッと吹きかけてから防毒面の顔をかぶって、でまた突然ずっとなんていうか山道をずっと進んでいってガスなしってうちから言われる。それまた防毒面で片付けてで着剣って言われて、今度はつけ剣してですね、第4報復って言って、また剣を持ってこういうしてですねあそこでやったんですよ、通りであそこに行くたんびにここでこんなことやったなと思い出しますですね。あれは夏だったですよね。夏だった。水筒は空にしてですね、ずっと行軍してくるんですよ。立ち荒れからずっと歩いてですね。そして夏だからもう喉が渇くでしょ、暑いしですね。もうこんな格好して鉄砲を持ってですね。そしたら休憩15分ぐらい休憩する途中で、そしたらこう辺は民家に井戸があるからみんなバーッと井戸の方に行くんですね。であとはもう間に合わんからですね、班長が見てない時に田んぼの水をかぶか飲んでましたんですよ。だからこうしてカエルとかオタマジャクシが泳いでいたら大丈夫ということで、腹も壊さなかったですねそういうまず経験がありますですね。だいぶ殴られましたよ、本当。一番最初に殴られ方の練習からやったですね。名前なんだったかな。矢野班長。矢を奉納の能という。なんか私たちが朝鮮に行った時に、班長は15期の天城生徒隊に行くとかっていう話ちょっと聞いたんですけども、
確か天城の生徒隊にいたと思うんですけどですね、朝鮮のほら軍山と大連の大義を3つに分かれたんですよ。立洗い分校の形状は行ってないです。形状はあれ重爆の部隊じゃなかったかな。あ、軽爆って言ったんですか。一機違ったらものすごいですね。私たちの先輩の13期生だったらもう神様みたいなねもう一機違ったらですね、もうほんと雲泥の差ですよ怖いですね。先輩一期上の先輩っていうのは、もう10期12期ぐらいの方はもう第一線であんまり合わないんですけどですね、まあ13期13期ぐらいやったら合うんです。そしたらもう一期先輩でもう上官と同じですね。もうごもりごもったもんです。何でも。あちらんですね。こういう風だったですね。一番最初はもう離陸して水泳飛行して着陸これだけ前期はですね。それで8時間以内にこれ単独飛行ができないとダメということですね。後半はもう特殊飛行ばっかりだったですよ。特殊飛行で今でも覚えたけれども、ちょっとこう急横転するのはとてもしやすいんですけども、この環横転っていうのは一番難しいんですよね。ああ、思われました。立ち洗い。正直書はあれ買わないかんですよ。もらうんじゃなくて自分で買わないかんですね。値段を忘れましたけども、可視管用と昇降用とあるんですね。昇降用は全部が銀色です。可視管用は茶色みたいな。ああ、これです。こんな色ですね。これ可視管用です。で、昇降用はこれが銀色ですね。それはやっぱり嬉しかったですね。ところが満州ではですね、外出するときはこれ絶対はめたらいかんです。拉致されるんです。拉致されるから操縦パイロットでございますっていう印だからですね、拉致される可能性が多いということで、外出するときは操縦機証はつけるなって言われてました。そうですね。まあパロでしょうね。何のためっていうか、そうですね。何のためだろうかな。とにかくあれ保証でも何でも夜間原付鉄砲で夜間こう警備してる時に拉致されたっていう話よく聞きましたでしょ。だからやっぱり敵とみなして
そうですよね。特に、操縦者は、同じ拉致するんでも価値があるということやないですかね。終戦後ですね。小宮さんが10期生だった。鳥は逃げようって言って、飛行機は何とかするって整備だったからですね。落下傘が重たいから落下傘はいらんし、座布団もしてあげて。もう終戦後だからだいたい一級兵器になるんです、落下傘はですね。鉄砲と同じで、鉄砲には全部菊の御紋章が入ってるんですよね。落下傘にはさ菊の御紋章は入ってないけども、一級の兵器やないけど一級のとにかく重要な兵器ということだったと思います。それをふんどしにしたんだから、ふんどしにしようとしたな。